皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。私はパリとノルマンディーを行き来しながら、のみの市散策の様子を公開しているリリーと申します。古くて美しいものを見つけるワクワクした気持ちをご一緒にお楽しみいただけると嬉しいです。フランスはまだまだバカンスシーズンということもあり、今回は2025年上半期ののみの市散策の総集編をお届けいたします。フランスのみの市ブロカントに行こう135から162までのエピソードとなります。今までに動画をご覧くださった皆様にもお楽しみいただけるよう、画面の下に新たに字幕を追加するなど少し編集を加えております。また大変長い動画になりますので、ながらみでご覧いただけるよう、今回初めての試みでナレーションを入れております。それではごゆっくりとお楽しみくださいませ。まずは2025年、最初に公開した動画からお届けします。冬のパリはとても寒くて、手袋なしでは散策ができません。ユニクロで購入したお気に入りの手袋とともにバンブにやってきました。割れ物を触るので、商品を落としたりして壊してしまわないように、折り返して指先が出るデザインの手袋を使用しています。手袋の折り返し部分が少し目についてしまうんだけどというアドバイスを頂戴したんですけれども、今回は過去動画の総集編ということなのでご了承いただけますと幸いです。バンブにはいくつかこのように箱にたくさんの商品が詰め込まれているスタンドがあります。私はそういった箱の中を拝見するのが大好物です。このように転写のお皿を見つけることもあれば、工具や用途のわからないプラスチックの何かしか入っていないこともあります。でもたまにこのように幸運なアイテムが隠れていることもあるので、ついつい立ち寄って掘って確認しちゃうんですよね。このように中央に歴史的なモチーフや建物がプリントされているお皿は、よく見るとパリの中にある建物のことが多く、今も昔も変わらないというパリの風景に胸が熱くなります。そしてバンブといえばこちらのパスカルさんのスタンドです。品揃えの素晴らしさ、マダムとムシューの優しいお人柄、商品もきれいに整えられてから出店されるという心遣い、安心してお買い物ができるすべての要素がこちらのスタンドには詰まっています。1月11日公開のこのエピソードは、まだ真っ暗な中の樹州ののみの市の様子と、我が家の小さなお皿のコレクションをお届けしました。この日は雨だったこともあり、お気に入りのスタンドは軒並みお休みをされていました。
でもその代わり、普段は拝見しないものをじっくり眺めることができたりして、新しい発見ができるのもまた飲みの市の楽しいところかなと思います。エピソードの後半ではデザートサイズのお皿をご紹介しました。こちらは散策ではないので、今回の総集編では割愛しますね。1月17日公開分。この日もバンブの飲みの市を散策します。冬場はイレギュラーの飲みの市の開催がぐっと減ってしまうので、必然的にバンブの飲みの市の動画が多くなっております。この日の気温はマイナス3度。ガラスの商品に霜が降りています。この日は興味深い紙製品を多く拝見することができました。こういった昔の暮らしを垣間見える紙製品も大好物なので、我が家には雑誌や切り抜きを含めてかなりの量が集まってきました。このようなイレギュラーなエピソードとして雑誌を細かくご紹介する動画も編集している途中なので、この編集が出来上がりましたらまた公開させてください。こちらのホリホリゾーンは箱の量がとても多くて、私もお気に入りのスタンドの一つです。毎度掘りがいがあって大好きです。18金の2分のついた万年筆。そういえば今回の帰省の時にですね、母が中学生の頃に使っていた万年筆を譲ってもらいました。ちなみに私の愛用のコートは母が高校生の頃に仕立てたもので、お気に入りの指輪は彼女が大学生の頃に同級生が作ってくれはったもの。万年筆も母のもの。気づけば私は母のヴィンテージばっかりですね。はい。買わなかったことを後悔しているシリーズその1です。こちらのメガネ、ちょっと予算オーバーだったんです。あまりの寒さにお値段交渉をする元気がなくて諦めてしまったのですが、今編集しながら、やっぱり頑張ってお値段交渉すればよかった、と後悔しています。可愛らしい放浪のキャニスターも拝見できて、やっぱりバンブは楽しいな、と思えた散策でした。1月24日公開分。このエピソードから動画の冒頭に簡単な自己紹介を入れることにしました。初めて私の動画を見てくださる方にも親しみを持っていただけたらなぁと、そういう思いから始めました。この日は私のホームグラウンド、パリの13区の飲みの市散策です。久しぶりにバンブ以外の飲みの市の散策です。たまに、おう、これは、というものが見つかる飲みの市なのですが、この日はこちらのラッキーな出会いがありました。他にはスズランのコンポティエを見つけたり、とてもゴージャスな本を発見したり、表情が絶妙に微妙なマダムのベルを見つけたり、お友達とお会いしておしゃべりを楽しんだり、
喋り足りなくてカフェでお茶をしたりと、飲みの市を楽しみ尽くせた散策でした。1月31日公開分。この日は13区から北に上がって5区の飲みの市散策です。私は現在13区に住んでいるので、13区はもちろん、そのすぐ北側の5区の飲みの市にもよく行きます。この日はイギリス製のカップをたくさん拝見することができました。買えばよかったシリーズその2。こちらのサラディエです。置き場所がないからと諦めたんですけれども、家具の隙間をこじ開けてでもスペースを作ってお迎えすればよかったです。こちらはいつかご縁があったらいいなぁと切に願っているジュエリーボックスです。こちらのリネット用の小さな食器棚は、この翌週、私のお友達がお迎えされました。蛇年にぴったりな食材。活版印刷のアルファベットを入れておく引き出しです。すっごく欲しいアイテムの一つなのですが、この時は思ったよりもお値段が高くて購入することができませんでした。でも実は先週末に思わぬ出会いがありましたので、そちらもまた近々ご紹介させてください。そして、この回の出会いは何といってもこちらのスズランのプレート。初めてのこのサイズに心が躍ります。ついでに興奮して手もプルプルしております。他のお皿に紛れてサルグミンヌミントンも見つけました。雑多に置かれたものの中から好みのものを見つけ出したときは、おっしゃ！心の中でガッツポーズです。そしてこちらがお友達が購入された小さな食器棚です。こんなに可愛くデコレーションされていて、もうキュンが止まりませんでした。2月7日公開分。この日はバンブの飲みの市散策です。パスカルさんのスタンドで拝見したいお皿があったので、いつもよりもちょっと早めに到着しました。パスカルさんのスタンドに行く前にちょっとだけ寄り道します。そして、また途中のスタンドでまさかの、サルグミンヌミントンのコーヒーカップがこんなに。ここでね、興奮し散らかした私はやらかしちゃったんですよね。うっかりソーサーとカップの色が違うペアを買っちゃったんですよね。いやね、もうね、いいんですよ、可愛いから。でも皆さんはちゃんと裏の番号を確認されてからご購入くださいね。さて、ひとしきりふんごと興奮した後は、今回の目的のお皿を拝見しに、やっとパスカルさんのスタンドに到着です。
そうなんです。このお城のデザートサイズのお皿が欲しかったんです。お友達でもあり、YouTuber のオリエさんにもお会いして、二人でお皿をめでます。この日は大人気のネージュのお皿も拝見することができました。コンディションもとっても良かったです。買えばよかったシリーズその3。この日はすでにたくさんのお買い物をしてしまっていたので自粛したのですが、こんなに美しいものめったに出会えないので、ほんとこれは買えばよかったです。その後もバッキバキですが、サルグミンヌミントンのポットを拝見することもできて、この日はたくさんの見応えがあるものを拝見できた幸運な散策でした。毎週足しげく飲みの市に通っていてもこういう日はちょっと珍しくて、印象に残っている散策の一つです。2月14日、バレンタインデー公開のこちらは、毎月最初の日曜日に開催される樹州の飲みの市です。この日私が発見できた宝物がこちらです。小さな小さな洗面セット。小さいのにちゃんと作られていてたまりませんね。この日はミニチュアの他にとても興味深いものも拝見できました。パリの街で目にする美しい装飾の資料的なものです。時折こういった面白いものに出会えるので、飲みの市散策がやめられないんですよね。この日はこの季節にしては珍しく雨も降らず、爽やかな空の下、散策を楽しむことができました。パカッと開くお人形用の机も購入できて、ちなみにこれはこの後アクセサリー入れにリメイクしてます。飲みの市ファンの先輩やお友達にもたくさんお会いできて、ほっこり嬉しい日曜日のスタートになりました。2月21日公開分、バンブのホリホリゾーンで見つけたのは、イギリスらしい模様のカップとソーサーです。歩みを進めると、こんなに大量のサルグミンヌミントンのプレート。この量だと迫力がありますよね。この日は折りたたみの机を見つけたんですけれども、購入を迷って少し売り場から離れている間に、どなたかが購入されてしまいました。まあね、飲みの市あるあるです。
ポットの中に何かしらの毛が入っていてびっくりしたのは、3月1日公開のパリ5個の飲みの市です。枯感が素敵なラビエがあったり、可憐な模様のお皿を拝見できたり、なんだかすごい模様のなぞなぞプレートを見つけたり、日本をイメージしたような模様のディネットを見せていただけたりと、なかなか眼福な散策となりました。明るい日差しを感じるようになった3月8日公開のこちら。そうです。樹州の飲みの市です。実はこの時私は鼻とくしゃみが止まらなくなってしまっておりまして、いよいよフランスでも花粉症になっちゃったかなーなんて思っていたんですけれども、その後上咽頭の激痛と副鼻腔炎に苛まれて、動画の更新もままならないどころか、いただいたコメントへのご返信も普段以上に遅くなってしまい、本当にご迷惑をおかけしてしまいました。耳鼻科の先生曰く、これ排気ガスのアレルギーちゃうとのことだったんですけれども、もう普通に生きてるだけなのに油断も隙もあったもんじゃないですよね。皆様も思わぬ体調不良にはお気をつけくださいませ。さてさて、飲みの市と関係のないお話をしているうちに、樹州から別の飲みの市に移動しました。いつもとても可愛らしい品揃えのスタンドですが、今回は私の大好きなモチーフのものに出会えました。ミモザのコーヒーカップとソーサーです。嬉しくなって一曲お迎えしました。今も毎日ホクホク笑顔で眺めています。3月15日公開分はいよいよ年に2回のお楽しみ、シャトーのアンティークフェアの前編です。ここからはシャトゥのアンティークフェアについて簡単にご説明させていただきます。フォア・ドゥ・シャトー、パリ郊外にあるシャトゥという町で開催されるアンティークフェアです。飲みの市は通常入場無料の場合がほとんどですが、こちらは会場に入るために入場料が必要です。とても規模が大きくて、フランス全土からとても素晴らしいプロの出店者さんが一堂に会し、普段私が必死に探しているような美しいお品をたくさん拝見することができます。もうそれは夢のようなひとときが過ごせる場所なのです。毎回お友達とご一緒に散策を楽しむのですが、これも毎回私のテンションがどんどん急上昇してあわあわしてしまうので、興奮しすぎて落とさないでねとお友達に心配をされてしまうポンコツな私です。毎週パリの飲みの市に通っていてもめったに拝見できないものが次々と目の前に迫ってくるので、毎回とても楽しみにしているイベントなのです。
次は飲みの市スキーのお友達やインスタグラムでつながっている皆様、YouTuber のポネさんにもお会いできました。3月22日にはシャトゥ散策の後編の様子をお届けしました。人気のモデル、リノットのとても美しいスーピエールです。一般デーの初日にお伺いした様子をお送りしているのですが、実は翌週にも再度訪問をしておりまして、その時の様子はまだ公開しておりませんでしたので、こちらもまた編集が整い次第、かなり季節外れにはなってしまうんですけれども、公開をさせていただきたいと思っております。ただやはり一般初日は物理的に商品量が多く、見どころも満載なんですよね。このカフェオレボールの量、圧巻でした。そしてサルグミンヌの美しく貴重なお品を扱われるこちらのスタンドでは、完璧なコンディションのルイ・キャンズのシリーズや、可愛らしいディネットを拝見することができました。3月末に公開のエピソードでは、再びバンブの飲みの市へ。サルグミンヌミントンの中でも、私がお気に入りの模様のお皿を見つけました。このジアンの小さなお皿、かわいいですよね。グレイユ・モントローの憧れのオクトゴナルのティーカップ。実はこの春、コーヒーカップにご縁があったので、また食器棚を秋冬バージョンに衣替えする際にご紹介させてください。4月に入って手袋はなくなったものの、まだまだトレンチコートは必須のようですね。100年以上前の手帳を何冊か見つけることができ、今拝見しているこちらを購入しました。いつもバンブをパトロールしているシェパードさんです。ご機嫌な日はなでなでさせてくれる可愛い子ちゃんです。田舎のお家で使っているお皿と同じシリーズのソーサーを見つけました。パスカルさんのスタンドでは、まるで4コマ漫画のような面白いプレートも。ちゃんとオチまでついているのが笑っちゃいますよね。4月12日公開分。お家の近くの桜がきれいに咲いています。気温はまた下がってしまったんでしょうか。再び手袋の登場です。僕の飲みの市では小さなガラスの塩コショウ入れやコンポチエを見つけることができました。文字の書き方の教材も書かれたイラストがとっても可愛らしいですよね。
ンがあまり良くなかったんですけれども、人気のバスク柄もたくさん拝見することができました。13区の飲みの市では憧れのマーマレードポットを発見したんですけれども、なかなかのご予算オーバーだったので、こちらは拝見するだけにとどめました。5区の別の飲みの市では、パリのモニュメントがプリントされた美しい外箱のグラスを拝見しました。4月24日にはついに出会うことができた理想の食器棚をご紹介しました。春と夏に使いたい食器を詰めする動画だったので、秋冬バージョンに変更する際はポットやカップもご紹介できればと思っております。5月最初のエピソードはやっぱり樹州の飲みの市です。この日はイギリスのティーカップのミニチュアを発見して、その可愛さに大興奮でした。そしてバンブの飲みの市では、割れたアイテムを加工されたとても美しいパーツを拝見できました。こんなにたくさんあるとワクワクしますよね。リボンをつけてクリスマスのオーナメントにしてもきっと可愛いでしょうね。5月に入ったこの日の動画では、お友達と一緒に僕の飲みの市を散策しました。飲みの市に詳しいお友達とのそぞろ歩きでは、一人で散策している時にはなかなか目に入らないようなガラス製品や小物などのアイテムをおすすめされたり、自分にとっての新しい発見がたくさんあって嬉しいです。そして見つけた宝物。アンファン・リシャールの大きなプレートです。プリントされているイラストは少し悲しいエピソードでもあるのですが、私はとても惹かれました。そして、ごく稀に見つけることのできる北欧デザイン。この日も貴重なお品物をたくさん拝見することができました。2週間にわたってお送りした特別なエピソード。フランスのロワール地方にあるシャンボール城。そのお庭で開催されるロマンチックなシチュエーションの飲みの市に張り切って前日入りをして楽しみました。まだ暗いうちから懐中電灯で照らしながら散策をしていたため、前編では冒頭15分ほどがこのように画面が暗い状態でした。またこの
の日は夫と一緒に散策をしていたので、ここぞとばかりに彼に質問をしておりました。このようなラバボのように大きなものを拝見できるのも規模の大きな飲みの市の楽しみですよね。そして散策の途中、朝日に染まるお城のそばに気球が飛んでいるのを見つけました。朝露に濡れる芝生を歩くのもなんとも気持ちがいいものですね。ここからは後編の様子です。2025年上半期の散策の中でも特に思い出深い飲みの市となりました。お店などの名前がプリントされた広告用のプレートや、結婚式の引き出物的な用途のスーピエールも見ることができました。そして私が長年憧れ続け探し続けていたアイテムについに出会うことができました。こうして私の趣味に付き合ってくれた夫に大感謝です。オスマン建築をバックにスタンドが立ち並ぶパリの飲みの市も素敵ですが、大きく開けた青空の下の散策は格別に楽しかったです。また来年も行けますように。5月3週目公開分は10州と13区の散策でした。5月というのに肌寒く、お天気も曇りですね。この日はこちらの可愛らしい放浪のカップをお迎えしました。メトロの樹州駅前の広場から大学側の広場にわたって開催されるこの飲みの市、毎回見応えのある飲みの市です。私のお気に入りのシリーズのお皿も買い足すことができました。13区の飲みの市ではとっても可愛らしいカンカンに出会えました。5月末公開のエピソードでは、バンブの飲みの市と14区、そして5区の飲みの市を訪れました。こちらのサルグミンヌの入れ物、とってもラブリーでした。私はストーリーを感じるデザインが好きなので、風景や動物が描かれているアイテムに惹かれます。14区では定番のアルコパルの他に、謎用途の面白いアイテムも拝見できました。これ何でしょうね。そして上半期で一番大きなお買い物。5区の飲みの市でお迎えしたティーセットです。お友達の皆さんの情報網と背中を押していただいたおかげで、大好きなシリーズを思い切ってお迎えすることができました。
一人で黙々と散策をするのも、まあ楽しいは楽しいんですけれども、同じテンションで好きなことを語らいながらお友達と散策できるのも私にとってとっても大事な時間です。マレで開催される大きな飲みの市では、パリの飲みの市歩きの大先輩、京子さんとご一緒できました。こちらの繊細な模様のショコラカップやリネットのラビエなど、小さなときめきがいっぱいありました。かわいいといえばこちらのプレートも最高にラブリーですよね。ほっぺたがたまらないです。6月21日公開分。5区の飲みの市で小さき可愛いものをホリ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 したエピソードです。小さきものってなんでこんなに惹かれるんでしょうね。小さいもの好きの勢いが止まらなくて、6月に日本に一時帰国した際に、古のシルバニアファミリーをパリまで持ち帰ってきました。小さき小物に加えて赤い実のモチーフにも私はめっぽう弱いんですけれども、こちらのさくらんぼ、たまらない可愛さですよね。さて、6月の受賞です。つまり上半期最終受賞ですね。この日は何が見つかるでしょう。私は喘息持ちなので、ぬいぐるみをお迎えすることができないんですけれども、この子ラブリーが過ぎますよね。けしからんです。憧れのエレガントなピシェにも出会えて、大満足の受賞の飲みの市でした。上半期最終エピソードは5区の飲みの市です。今期もバンブ、5区、13区、14区、マレ以外はサガンばかりの散策でしたね。購入品の総集編も別途お届けしようかなと考えていたんですけれども、以前作成した際にとても長時間の動画になってしまいましたので、今期はお迎えして特に嬉しかったお品だけをご紹介する動画を作成しております。下半期にはいつもの週末の飲みの市散策動画の他にも、旅行の Vlog と帰省の際の恒例の日本から持ち帰ったもののご紹介、そしてちょっと特別なプロジェクトも考えています。ブロカントのお仕事をされているお友達にお仕事についてお話を伺ったり、彼女のコレクションをご紹介いただいたり、アンティークのお品を日常に取り入れるアイデアをご紹介いただく、そんな動画も予定しております。
本日も動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。田舎やパリの街の様子も交えてお送りできればと思っておりますので、2025年下半期もどうぞよろしくお願いいたします。